家なしです。解雇と勉強を兼ねてプレイしたスイッチ2版スターフォックスの感想を共有します。まずは本作の概要。本作は29年ぶりに任天堂64の名作スターフォックス64をフルリメイクした 3D シューティングゲームです。2026年6月25日発売。開発元はベランスタジオ。家でマリカーやるやつ作った会社とのことです。で、販売元は任天堂。私は過去作のスターフォックス64は人がプレイしているのを見た程度で、もっと言うとシューティングゲームの経験もほぼなし。あらすじとしては主人公フォックス・マクラウドが亡き父ジェームズの意思を継いで傭兵チームスターフォックスを率い、相棒のファルコ、ペッピー、スリッピーと共に愛機アーウィンで出撃。悪の天才科学者アンドルフの侵攻からライアット系の平和を守るため、惑星から宇宙までを舞台に銀河を駆け巡るっていうあらすじです。システムを一言で言うと、三人称視点の 3D レールシューティング。大まかに決められた進路を進んでいく形式をレールシューティングというらしい。ステージ構成ややり込み要素は64番踏襲で、一周ラスボスクリアするだけだと1時間程度で終わっちゃう短さなんですが、それだと全体のステージの4割ぐらいしかプレイできない。各ステージで決められた条件を満たすとルート分岐が発生するんですが、その分岐が10種類近くあって豊富なので、2週3週と周回プレイしていくのが基本スタイル。加えて原作でもあった勲章システムがあって、 NPC 誰も撃墜されないまま敵を150機とか一定数撃ち落とすことで、さらに高難易度のモードが解放されます。このたくさん撃ち落とすっていう勲章条件が結構むずくて、途中まで気づかなかったんですけど、このゲームチャージショットの時だけ着弾した時の爆発範囲が広くて、近くの敵もまとめて殲滅できるので、それを対応しないと撃破数が稼げません。ただチャージショット中は連射ができないので、1回のショットでたくさん倒す必要があります。結局そこそこのエイムが必要です。要するにクリア自体は簡単なんだけど、やり込み要素は結構シビア。あとこれは本作オリジナル要素なんですが、チャレンジモードといってさらに込み入った条件、一度のチャージショットで3機以上撃墜するとか、3分以内にクリアするとか、そういう条件性に挑戦できたりします。それと基本さっき挙げた NPC たち、スターフォックスの仲間たちと一緒に戦うんですけど、こいつらがまあ無能で全然役立たない。基本的に敵機に後ろ取られては、フォックス援護を頼むって助けを求めてくるし、ある時敵組織と他対他で戦うシーンがあって、私が必死こいて敵をウルフ一人まで減らしたんですよ。あるじゃん、射撃戦の有利不利って兵力数の2乗に比例するから数減らしたもん勝ちって、ランチェスター戦略ってやつで、残ったウルフは俺の機体の後ろぴったりついてくるんだけど、でもきっと俺の仲間であるファルコ、ペッピー、スリッピーが俺が逃げてる間に俺のケツを追っかけてるウルフを射撃してくれるに違いないって思って仲間を信じて逃げ回ってるのに、なんかその辺ビュンビュン飛び回ってるだけで一向にウルフを攻撃する気配がない。なんやねんこいつら。てかファルコってフォックスのライバルキャラじゃねえのかよ、働けやって思いました。まあ脱線したし冗談なんですけど、そういう愛すべき NPC と一緒に戦います。対応ハードはスイッチ2のみ。価格はパッケージ版で6480円、ダウンロード版で5480円。私は難易度ノーマルで何も見ずにプレイしたら2周目でたまたま真のラスボス倒しちゃって、そこまででクリア時間4時間。そこから難易度ノーマルの勲章とルート分岐を埋めて、でさらに一部チャレンジモードやってみたりでさらに7時間、計11時間ぐらいのプレイです。動画投稿時点のメタスコアは81点。 IGN の評価としてはやや野心に欠けるものの、リメイクとしては理想的という評判です。概要は以上。続いて良かった点と合わなかった点をそれぞれ挙げます。まず良かった点3点。1点目、グラ、ボイス、音楽は文句なしです。炎とか太陽フレアみたいな光と影の表現とか、あと水面とか遠巻きにあるガス惑星的な環境描写とか、あと何よりフォックスのモフモフ感とか、この前のマリオギャラクシーの映画でフォックス活躍したばっかですけど、グラはあのまんまのレベル感。作戦会議中にファルコが冷蔵庫開けてエナドリみたいなやつ飲んでるシーンとか、64でさすがにそんなシーンなかったと思うんですけど、こういうムービーが分岐ルートごとにあるので、分岐をたどるモチベに直結しました。64のハイライトがない目をしたスリッピーが間の抜けたボイスで、敵シールド分析完了、モニターに表示するよって言ってるのも好きなんですけど、さすがにこのビジュアル表現でそのノリまんま持ち込まれると浮きそうなので、この見直しには納得感があります。フライト中も誰かが何かしらずっと喋ってるので、そこも賑やかでよし。64プレイ経験者からすると通信頻度はかなり増してるみたいで、かつ例えばただの隕石群であるメテオがもともと惑星だったことをスリッピーが語るとか、原作では語られなかったステージ背景も程よく語るような補完がなされてるらしく、シューティングのテンポをそがない範囲でのそういう要素追加はただただプラスだと思います。オーケストラサウンドも惑星をかけるゲーム性と重なってスペースオペラ感があって相性丸。ぶっちゃけスマブラのセクター Z で流れるてってっててってれてーがオケで聞けたので満足ってだけかもしれない。良かった点1点目は以上。2点目、操作感がおそらく初心者に優しい寄りで私には合いました。まずチュートリアルの塩梅がバッチリです。序盤にきちんと入ってくれるんだけど、でもそれも過度に手取り足取りでもなく、割とすぐに惑星コーネリアに放り出してくれるので、シューティングそんなに慣れてない私でも機体傾けての急旋回とか応用パターンまで一応頭に入れつつ、でももういいから早く実戦やりたいって頃合いに実戦やらせてくれる感じで、実戦入っても要所でブーストセイとかローリング
リングで弾けとか、通信で仲間がおせっかい焚いてくれるのでそこでフォローアップされる感じ。チュートリは相当考えて作られてる印象です。あと64ってアーウィンこんな感度高く動いてくれたっけな。機体傾けたりブレーキと併用するとかなり鋭角に曲がれるので、他のゲーム知らんから何とも言えないんですけど、シューティング初心者にも優しいと思います。と言いつつ、ぬるゲーってわけでもなくて、途中で耐久ゲージが尽きるとその場からはやり直せず、チェックポイントに戻されてしまいますし、しかも耐久値の上限とかビームの強さとかそういうのも初期化されちゃうんで、やり直す前より微妙にしんどくなる。このあたりのシビアさには原作64味を感じます。私も難易度ノーマルでもエリア6で3回死んで、しかもチェックポイントからじゃ耐久ゲージの初期値的にしんどくて最初からやり直すこともありました。ただ引っかかったのはそこと真のラスボスぐらいで、あとは割とスルスルいけたので、難易度ノーマルの名にふさわしい程よい歯応えのある難易度設定だったと思いますし、その歯応えを感じるポイントが操作性が悪いっていうところじゃなくて、コンテンツサイドの難易度に起因するものだったので、そこも良かったです。良かった点2点目は以上。3点目、これはリメイク関係ない話なんですが、ステージギミックのバラエティが豊かで楽しい。隕石避ける、逃げる巨人を後ろから撃つ、レールの進路を変えて電車を破壊する、熱くて徐々に体力が減るから溶岩を壊して体力回復アイテムを出してしのぎ続ける、謎の左右分岐ラッシュ、アーチを連続でくぐり抜けてファルコ謎の単独行動からの隠しルート突入、全方位操作モードでシンプル打ち合い。今プレイしても耐えられるんだから64でこれ出てたらそれはウケるよなっていう感じ。難易度ノーマルだと NPC 撃墜されると次のステージ出撃できなくなるんですけど、たまたま最終ステージでファルコが出撃不可になった時、俺は出られんけどフォックス頼むで的なこと言ったんですよね。64からなのかわかんないんですけど、こういうセリフ分岐もきっちり作ってそうというのもあって、私周回プレイってタイパ悪いと感じちゃってあんま好きじゃないんですけど、ここまでルート間のギミックバラバラ、サブムービー、セリフあり、やり込み要素ありってなるとさすがに苦にはなりませんでした。良かった点3点は以上です。ここからは合わなかった点2点。1点目、こっちはそんなでかい話ではないんですが、演出面で細かく引っかかりを感じるシーンがありました。ドバドバ上げると、まず被弾した時の被弾した感が弱い。ローリングして敵の攻撃を弾くのってスターフォックスの中でも花のシステムだと思ってるんですが、被弾時のフィードバックが弱いから被弾の時とローリングでしのげた時の差があんまなくて、そこがあんまり気持ちよくなかったです。あとボスの HP 削り切った後に若干ロード時間なのか何なのかわかんないんですけど、そこそこタイムラグがあってからボスの撃破ムービーが流れるんですよね。よくこういうゲームってボスの HP 削り切った瞬間にデュワーつって白い残像込みでスローモーションになったりするじゃないですか。こっちのゲージがミリの時に削り切ってデュワーってなってアップねーってなるのが気持ちいいんですけど、削り切れたと確信を持てるタイミングがないので、やってるねみたいな感じに毎回なるのがちょっともったいなかったです。それとこれは私には関係薄いんですが、原作の名物シーンや名物セリフが軒並み演出上研磨されちゃってる点。例えば原作とあと Wii U 版のスターフォックスにはそれぞれあった悪役撃墜時のこのセリフ、これが本作ではなくなっています。そして悪役が乗った電車が建物に突っ込み爆発するこのシーン、撃破数カウントがプラス50されるこのシステムメッセージがバカシュールで当時から受けてたんですが、本作ではこれもなくなっています。さっきのスリッピーの話と同じで、リメイクをどこまで真面目路線にするかによってこれらを取り込むか取り込まないかっていうのが決まってくると思いますし、でそこに正解はないと思うんですけど、ただ真面目な雰囲気にあるこういうコミカルさもスターフォックスらしさの一つかなって思わなくもなくて、生地敵の配置とかルート条件やらがほぼほぼ原作準拠なので、この辺の遊び心が残ってるやつもちょっと見たかったな感はありました。これは人の受け売りなんですが、真面目な戦場でごめんチャイがさすがに興ざめしちゃうのであれば、文章なしでごめんチャーンぐらいまでのボイスにするとかが良かったんちゃうって言ってる人がいて、個人的にはめちゃくちゃ刺さりました。リメイクの雰囲気も崩さず、かといって分かる人はちょっとニヤッとできる素晴らしい改善作のように感じました。合わなかった点1点目は以上です。2点目は全般的な話で、これは IGN のまんまの言葉で悔しいんですが、野心はない順当なリメイクです。生地グラがデラックスなだけにストーリーもがっしり肉付けしたやつも見てみたかったんですが、さっき言った通信中のセリフ追加とかはあれど骨格となるプロットの追加はなくて、64のノリまんまなのでポンポンいっちゃいます。そうじゃなきゃ1周1時間でクリアできんし、ただここについては弁護できる点があって、このゲーム5000円なんですよね。 Amazon のダウンロード版で安っじゃあいいやっていう。ストーリーとかステージまでがっしり作り直して1万円近くの新生スターフォックスを出すか、グラとか操作性の水準だけ上げてお求めやすい価格でリメイクを出すかは、ここも方針
品であって良し悪しの話じゃないですし、5000円相応のプレイ体験はできたなって思ってるので私は満足しています。以上、まとめると、多彩なステージギミック、ルート分岐もあって、もともと面白かった64番のグラ、音楽、操作性を向上させた正統派リメイク、若干演出面でって感じるシーンもあり、そもそも全般の野心の薄さは少し寂しいものの、5000円という値段を踏まえれば妥当な作品っていう感じです。本当はおすすめするかしないかまで言いたかったんですが、今回は値段相応だったという感想の共有にとどめます。なぜなら私がシューティング系の知見が弱いから、もっと色々手出していくと、いやこれならプラス4000円払ってでも別のシューティングゲーやった方がいいよとか、他と比べても5000円帯としては破格の品質だからやっぱこのゲームめっちゃおすすめなのか、数こなせばもうちょい手触り感あること言えると思うので、今はその過渡期としてもうちょい勉強させてもらいます。まだまだ私が弱い領域なので、皆さんの感想もぜひお聞かせください。今後も新作ゲームプレイして面白かったやつもって思ったやつも紹介していきますので、よろしければチャンネル登録お願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒おつげなし。